どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はぜひパトレオンをチェックしてください。よろしくお願いします。はい。今日はスペシャルゲストに来てもらってます。この方です。どうぞ。木村です。はい。今日もね、ゲストの木村さんといろいろ話していきたいんですけど、今日のトピックは語学学習アプリです。うん。まあ、はいはい。最うん。近ね、いろいろ便利になってスマホでね、語うん。学を勉強できる、ツールがあって、まあ、それで単語を勉強したりとか、まあ、文法を勉強したりとか、リスうん。ニングを勉強したりとか、いろいろできると思うんだけど、今日はそれについてちょっと、木村と一緒にいろいろ話していきたいと思います。はい。まあ、有名なので多分聞いてる人もみんな聞いたことあるのは、デュオリンゴだと思うんだけど、木村知ってる？使ってたよ、前。うん。あ、本当に俺も使ったことある。うん。うん。実際さ、使ってみてどうだった？いや、初めは良かったけど、うん。なんか、ストリークだから、この、うん。連続で続けるなきゃっていう以外で、別にうん。目的がなくなってしまって、うん。うん。なんか学習してるなっていうよりは、むしろ、うん。なんか前に続けようっていう方だけに意識がいってて、やうん。めちゃった。わかる。いや、俺も全く同じ。うん。なんそう。かそれが日々のなんかタスクの一つみたいな。なんか続けることがもう目的になっちゃうよね。そう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 。ういや、めん。っちゃ大事え、なんだ。続けること大事なんだけどさ。そ確かに。いや、う。うん。そうなんだよね。続けることが大事なんだけど、それだけが目的だとあんまり学べないからね。そう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 。うん。うん。実際、ドーリンゴをさ、使ってた時はさ、どのぐらいやってたの？でも必ず、その時は通学中、そうね、うん。中学中の電車の中とかではうん。必ず、一回開いてやって、まあそれをうん。毎朝やるみたいな感じだったね。なるほどね。やっぱり隙間時間にできるっていうのはいいところだよね。うん。そうそうそう。うん。デュオリンゴ以外のなんか言語学習のアプリとか使ってた？いくつか、まあ、単語帳みたいなやつとか、あとは、AI と喋るやつとか、英語でおう話すおうやつとかも、今結構多いと思うけど、そういう系。おう。うん。確かに最近多いね。今だってさ、チャット GPT とも、とかさ、とうん。も話せるわけじゃん。そうね。確かに確かに。それで言うと、まだ、俺らが英語を勉強し始めた頃っていうのは AI がなくてさ、うん。なんか俺がやってたのは、スマホの設定をなんか英語にしてたかも。あ、それはね、俺うん。も、もうしてるけど、うんうんうん。やってよかったと思うん、そうだね。いや、結局必要な言葉をさ、知れるから、結構意外と大事だよね。う。うん。そうそうそう。で、ちょっと話戻るけどさ、うん。その、今最近いろんな言語学習のアプリがあるんだけど、それを使って本当に話せるようになると思う？思わない。あ、そう。それだけだとやっぱうん。り十分じゃないかな。でもあくまでツールであって、そうん。の、やっぱ自分が話したい状況を作らないと、人と話すっていう場面はさ、アプリじゃちょっとうん。作れないと思うよね。なるほどね。じゃあ実際に話す時のこの臨場感とか緊張感とかそういうのも大事ってこと？そう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 。そのうん。時に、なんだろう、一番その適材適所な言葉を言えるかとか、うんう自分ん。がこう、自分の言語、母国語のニュアンスで思うん。ってることを、その喋りたい言語で、に、うん。い何入れれるか、そのニュアンスをうん。全部吹き込めるかみたいなとこはうん。うん。難しいと思うよね。確かに。そこはやっぱり最終的には、このコミュニケーションは人と人で行われるから、細かいところまで勉強したいってなると、やっぱり実際に話してうん。失敗してっていうのを繰り返さないといけないかもね。そうね。うん。だから本当に、なんだろう、サプリメントみたいなもんよね。なんかもちろん、ないよりはいいかもしれないけど、それだけ取ってても栄養的には足りませんよってことで。
そうね。そう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 。補助栄養食品。そそうだね。うん。でも強いて言うなら、アプリを使ったら、ここの分野に一番効果的だなとか、なんかそんな部分、いいところとかあると思う。う。やっぱ人と話してれば、そうん、れはなんかこう、自分が話せる気にはなるんだけど、うん、言語量はやっぱアプリとかで勉強しないと増えないと思うよね。うん、うん、うん。確かに確かに。アウトプッその、トだけやっててもやっぱインプットが少なすぎると、出せるアウトプットも少ないからね。そう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 。だかうん、らなんかどっかの過程で、こう、やっぱ人と話すの慣れてきて話せるんだけど、うん、なんかずっと同じ文法の間違いとか、あとは知ってる単語数が少ないことで言える表現が少なかったりとかっていうのは、やっぱアプリで補うんじゃないそこがやっぱアプリの強みというか。うん、うん、うん。うん。確かにね。うん。やっぱり隙間時間でできるからね、結局一日の中で何回もアプリやってたら、一日気づかないうちに、1時間2時間勉強できてましたとかなるもんね。そうそう。あと、あれだね、うん。発音とかもそうだね。今は、その、アプリ内で文章をうん。読んで、その文うん。章、自分が喋った内容のうん。発音をこう、チェックしてくれるとかさ、そういうアプうん。うん。リも増えてうん。てさ、そそれめっちゃれ便利だね。大事だと思う。だって、確かに。実際にこう人と話してる間でさ、うん。注意してくれないと思うんだね。みんながみんな自分のうん。発音とか、間違った文法を話してることに対して注意してくれる人なんうん。て、そんなにいっぱいいないと思うから、ないね。確かに。うん。そうん。うん。れをやっうん。ぱアプリで補うのはいいんじゃない？確かにそうだよね。だってそれ、いわゆる本とかさ、まあ教科書とか使って勉強してても、そこはやっぱりね、わからないじゃん。音声は。うん。うん。チェックできないかそう。ら。うん。だからそこはアプリの良さでもあるね。そうね。で、勉強、やっぱりアプリが人気な理由って楽しいからだと思うんだよね。ゲーム感覚っていうか。うん。うん。でもここでちょっと気になったのがさ、楽しい学習と効果的な学習って同じなのかなと思って。楽しいイコール、それは効果があるのかなと思って。それはどう思必ずしもまあ、そうね。両方が得れるってことはないと思う。う？うん。楽しい学習から効果的な利益が得れるかっていうのは直結してないと思確かに。さっきちょっと木村が言ったけどさ、結局はさ、アウトプットをしたくても、それをするだけのインプットをしてないとさ、何も話せないわけじゃん。う。うん。で、そのアウトプットをするためにもさ、やっぱり地味な作業が必要なわけじゃん。たくうんうんうさん、例えん。ば、一人で練習したりとか、本読んだりとか。そうね。うん。だからそこは、楽しいのはいいんだけど、それだけやってたら、なかなか話せるようにはならないかもしれないね。そう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 んうん。けどまあやっぱり楽しいってことは、モチベーションを維持するためにはやっぱり効果的ってことよね。う。うん。大丈夫と思うよ。それは続けられる理由になるし。うんうん。木村も俺も結構長い間英語を勉強してきてさ、木村は何をモチベーションにしてこう英語をずっと勉強することができた？おお、深いね。随分内容が、うん。質問が。何を、うん。やっぱ人と話すのが好きだっていうのが、モうん。チベーションで、なんかまあ言うん。語が違うだけで、こう、人とコミュニケーション取れないのは、なんかもったいないな、みたいな。もっうん。うん。うたいない、ん。なんだろう。歯がゆいみたいな。うんうんうん。わかる英わかる。語さえ知ってれば、コミュニケーション取れるのにな、みたいなとこはある。うんうん。そうだよね。他の言語を話せると、よりいろんな人に話せるようになるわけだし、他の文うん。化もさ、理解できるようになるから、自分の世界がこう、広がるよね。そうそうそう。だからこんうん。なに何においても興味を持っていられるのは、もしかしたら英語を話したいなと思ったからうんうん。なのかもしれないし、うんうなんか言ん。語を話せることで、いろんなことに興味を持つようになった気がする。うんうんうん。それめちゃめちゃ大事なポイントだと思う。俺もそう思ってて、結局、そのアプリとか使ってゲーム的な楽しさでモチベーションを
を保とうとすると、さっき言ったみたいになんかストリーク切れたからもうやめようとか、アプリちょっと飽きちゃったからやめようってなるんだけど、この人と話すために勉強して、で自分が言いたいことが伝わったから楽しいとか、相手が言ってることが分かったから楽しいっていうことに重きを置くと、やっぱり長期的なモチベーションにつながると思うね。そうね、そうね。で、最後にちょっと一つ聞きたいのが、このアプリとかどんどん増えてるけど、こういうのが将来実際の先生の代わりになると思う？うーん、なると思う。なるところはなると思うよね。うんうんだから要は、で、こう実践をするところに先生がついて、うん。それうんうん。までの過程をアプリとかになっちゃうんじゃない？うんうんうん。確かに。だからアプリの方が優れてる部分も今後出てくるだろうから、そこはアプリに任せて、で、うん。人間ができるところは人間がやって、こう、両方のいいところを取っていくのが一番いいかもしれないね。そうね。あと特に、まあ日本語はそうだけどさ、一つの表現にしても、自分がどういうふうに言いたいかによって言い回しは無限にあると思うよね。そうね。そう。で、今俺もさ、なんとかなんだよねって、ねとかっていうふうにこう、文を終わらせたけどさ、まあそうん。れがさ、どういう、なんだろう、例えば、そうじゃねえとかさ、うんそうだよなとかさ、うん。うん。自分が言いたい言い回しを俺は使って言ってるからさ、うん。そういう、なんだろう、なりたい自分になるために実践する場が必要だと思う。確かに、特に日本語はそうだね。文法的には文章正しいんだけど、じゃあどういう自分を見せたいのかっていう時に、そういう細かいニュアンスが大事になってくるよね。そうそうそう。ほんとそうんうん。う。確うん。かに確かに。まあ、便利なんだけど、こういう細かいところのね、勉強とか、あとは、組み合わせ方、アプリは使うところは使う。で、実際に人と話して勉強するとこはして、本で勉強するとこはして、そうやっていろいろ組み合わせていくことが大事なのかもしれないね。そうだね。うん。うん。はい。ということで今日は語学学習アプリについて話してみました。皆さんは語学学習アプリを使って勉強してますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。